山本裕京です。現代美術作家です。硬貨の上に日本画で使う和紙があるんですけど、それを貼ってで上から鉛筆とか色鉛筆でこすってフロッタージュとか日本語で言うと拓本っていうような呼ばれるものなんですけど、画像のピクセルの画素を一個一個描いていくような感じで図像を描いていくっていう風なワンコインシリーズって呼んでるんですけど、そのシリーズとかは結構よく作っているのと、ブルーシート金箔を貼ってでブルーのその青い字を生かした、これはなんか富士山を元にして描いてたりするんですけど、そういったものであったりとか、米粒を線描で画面に描いていって偏光顔料っていう光に当たるとこうキラッと光る素材の絵の具があるんですけど、それで描いてるんでこう見方を変えるとなんかいろいろそれ米がキラキラ輝くみたいな感じの作品を作ってたりとか、割とそういうモチーフとしては結構普段の生活の中の身近にあるものであったり、素材としても近くにあるものっていうのを絵画としてこう発展させながらいろいろ作っていったりっていうのをやってる感じですね。もともと大学では日本画を専攻してて、で最初はもうほんまに花とかそんなんばっかり描いてたりしてたんですけど、花描くとかは好きやったんですけど、あんまりすごく普段からこうお花をとかそういったものをこう愛してたりとかこうめでてたりするわけでもなかったんで、なんかしっくりこうへんなっていうのがあって、である時通学してる時に使ってる駅があったんですけど、エスカレーターをスケッチしてて、なんかそれもたまたま友達からそういう人工物とかそういうの描いたら合うんじゃないかみたいな感じで言われて、じゃあちょっとでっかい駅のエスカレーター描いてみようかなっていうので描いてた時に、ずっとこう人がエスカレーターに乗ってこう常に行き交っていく姿みたいなのが、なんかベルトコンベヤーにこう乗せられてる謎なくものみたいな感じに人が見えてくるこうちょっとだんだん瞬間みたいなのがあって、みんな自分も含めて気づいたらちょっとそういうふうなある種のこう構造というかシステムみたいなのに乗っかってて、そこからはなんか逃れられないみたいなのをその時感じて、でその時なんか初めてこう自分のこの思いというか日常の中からこう自分の生活の中からなんかこう作品を作るというか発見するみたいなところを感じてっていうのがもともとのスタートやったりするんですけど、お金ってこう物質的なものとそこにこう刻まれた数字みたいなその素材と価値がこう一致してなかったりとか、価値の記号だけをこすったことで浮き出して、ある種のこの抜け殻みたいなのがここ出てるみたいなところが、なんか自分がお金に対してこう感じてたなんか不思議さみたいなところが、なんかこのこすり出して見えるっていうのはなんか出てる気がするなと思って、これで例えばピクセルみたいな感じで描いていったら位置がずらっとつながってるので、なんかデジタルな質感とかも出るかもしれへんなみたいな、それこそ0と1じゃないですけどザーってそれが現れていくとか、やっぱりなんか最小単位というか、その辺に一円玉道に落ちててもあんまり顧みられないというか、財布の中あってもちょっと邪魔なもんやったりすると思うんですけど、でもなんかそういうこうある種一番基礎となる最小単位みたいなところがこう積み重なっていってみたいな、だからそれこそエスカレーターで行き交う人の姿みたいなのがありましたけど、なんかそのこう一円玉の位置がそれこそ自分の姿やったりとか、なんか周りのこういろんな人がその位置に集約されてったりとかもするかもしれないですし、っていうのがなんかそのたまたまの発見でこうやった時になんか結構バーッと一気になんかインスピレーションが湧いてきて、実際ちょっと試しに作ってみたら絵画としても面白いなっていうのがあって、でそっからどんどんこの一円玉使ったやつを作っていってっていう感じになってますね。こう並べてみるとまたフロッタージュとはちょっと違う面白さみたいなのもあったりとかして、並べていくとむっちゃ綺麗なやつとかこうやっぱピカピカしてますし、逆にこうちょっと年代経ってたりとかそういったものはちょっと汚れてたりとかちょっとくすんでたりとかするみたいな、なんかランダムに貼っていくとなんか勝手にこのなんかモアレみたいな感じで、なんかすごい単純にその像みたいなのが
美しいなっていうふうに思って、もともとはそういうちょっと構造とかなんかそんな感じのこのものからスタートしたんですけど、なんかこの汚れとかなんかその差異みたいなものとかは経年の変化もあるんですけど、なんかこういろんな人の手を経てきたことによるこの積み重ねによる変化みたいなところがそこに出てると思うと、なんかすごく無機的なように見えて、なんかそこにはなんか人のなんか営みの時間みたいなのが結構効果には残ってるんやなっていうのがあって、なんで初めはもうフロッタージュずっとやってたんですけど、なんかもしかしたらこの単純に一円玉そのものを見せるみたいな、なんかそれも面白いんじゃないかっていうふうに思って、並行してもうこの一円玉自体を大きい壁面にした作品とか、部屋自体をもう一円玉に包まれるみたいなのをこう合わせて作ってたり、最初の方やったことはこうフロッタージュっていうなんかちょっとこう複雑なこうやり方をしてたんですけど、やっていくうちになんかシンプルに一円玉そのものを見せるみたいな見せ方もちょっとやったりしてますね。日々生きてる中で感じたことをやっぱり形にできるといいなというのはあるので、やっぱりなんかそこは大切にしたいなというか、やっぱりなんか形式とかなんかそういうのだけで作っていくっていうだけではなくって、なんかその時々で思ったものをこうきちんと形にしていくみたいなのはやっていきたいなと思いますし、あとはやっぱりなんか一円玉とかブルーシートもそうなんですけど、なんかそうでもないものがなんか気になった時みたいなのはすごい気になるんで、なんかいやそれこそなんかタバコの吸い殻みたいなものとか、なんか部屋の隅のホコリみたいなものとか、なんかそういったものがやはり気になったりするので、これからこうどう作品にするのかわからないんですけど、なんか誰しもがちょっと改めて見ると気になるけども、なんかそんな気にしてないものとか、なんかそんなものがもし自分の作品なり展覧会通してなんかこう改めてこう違う見え方するみたいなものができたらなみたいなのは思ってますね。